こんにちは、ジパング55のタカです。今回は長崎県の長崎駅近くにある長崎マリオットをご紹介します。2024年1月にオープンしたばかりのホテルをたっぷりご紹介します。このチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介しています。少しでも楽しんでいただけたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。長崎マリオットは長崎空港からバスで1時間ほどです。長崎駅の隣にあるので新幹線利用の場合はもっと便利ですね。長崎駅周辺は西九州新幹線の開通に伴い再開発が行われました。複合商業施設のアミプラザ長崎新館が2023年12月に、翌年の2024年1月に長崎マリオットホテルが開業しました。想像以上に近く便利でいいですね。入り口から重厚感があります。建物に入ると係の方が荷物を預かってくれました。部屋まで運んでいただけるそうです。チェックインチェックアウトの時間帯にはスタッフがいるようです。駅側からの入り口と駐車場側からの入り口がありますね。ロビーは7階にあります。マリオットホテルとしては九州初上陸であり、新築オープンとしては国内3軒目だそうです。できたばかりなのでとても綺麗ですね。白や木目を基調とした落ち着きのある色合いです。チェックインカウンターは一般客とマリオットボンボイ会員で列が分かれていました。ロビーは開放感があり、長崎の街並みを見渡せるようになっています。こちらも白を基調としており、とても綺麗ですね。ロビーには小さなカフェもあり、お菓子なども販売していました。チョコレートも販売しており、美味しそうです。一粒400円なので、なかなかの高級チョコですね。マリオットのマークが入ったマグカップやタンブラーも販売していました。こちらでお茶を楽しむこともできそうです。和食レストランもありました。お寿司などを提供しているようですね。雰囲気があり、ゆっくり過ごせそうです。他にも PC と印刷機や両替機がありました。レートはそんなに良くなかったですね。それでは早速部屋に向かいたいと思います。今回はプラチナ会員特典で部屋をアップグレードしていただきました。部屋は10階になります。部屋までの道も重厚感がありますね。鍵はカードキータイプで宿泊人数分いただけました。こちらがお部屋です。ベッドもかなり大きいですね。どことなく青が散りばめられていて、とても爽やかさがあります。ベッド脇にはデジタル時計、電話、メモ帳がありました。テレビも大きめです。リモコンに各有料サービスのボタンもあり、自分のアカウントでログインすれば視聴することもできました。机と椅子も青色が入っていて爽やかですね。奥にバスルーム、手前にはミニバーカウンターがありますね。バスルームもかなり綺麗です。広々しているので2人で利用しても手狭に感じないと思います。お風呂もバスタブとシャワーが分かれているので嬉しいですね。浴槽も深く180センチメートルの私ものびのびと足を伸ばせそうです。シャワーは上部と手持ちの2つがありますね。備え付けのシャンプー、ボディーソープ、コンディショナーもあります。洗面台は作業スペースも広いので荷物も広げやすくて嬉しいですね。アメニティ類はこちらのケースに一式入っていました。櫛、カミソリ、ボディーローション、シェービングクリーム、ウォッシュタオル、
バスソルトがありました。バスソルトは香りもついていそうなので、ゆっくりお風呂に入れそうです。マウスウォッシュもあります。洗顔にも使えるハンドソープが置いてありました。洗面台の下にはアイロン、ドライヤー、バスタオルがありました。ドライヤーは一般的なタイプのものですね。バスルームは扉で隠せるようになっていました。最近できたホテルはこの場合が多いのでトレンドなのかもしれないですね。トイレも広く手洗い場もついているのは嬉しいです。ウォークインクローゼットにはハンガーと消臭スプレーがあります。かなり広々しており、荷物も楽々置けますね。アイロン台と傘も置いてありますね。消臭スプレーにもマリオットのマークがありました。引き出しの中にはパジャマと金庫がありました。ランドリーサービスも利用できるみたいですね。隣にはふかふかのスリッパがありました。洗濯はワイシャツ1枚500円、スーツ上下で1300円なので、大事なイベントの前には利用してもいいかもしれません。ミニバーにはコーヒーマシンがありました。マグカップやワイングラスなどがありますね。スナックとお茶もあります。お茶は長崎で有名なそのぎ茶でした。品評会で何度も日本一番になっている有名なお茶ですね。ケトルも引き出しの中に入っていました。冷蔵庫も大きめですね。中にはドリンクとお菓子類が入っていました。ここにあるものは有料のようです。利用したものをメニュー表にチェックをして料金を支払うようです。こちらは部屋のベランダです。かなり広めですね。眺めも広々していて開放感がとてもあります。目の前が商業施設の屋上駐車場なのが少し残念ですね。長崎市の街並みを見ることができるのでとても綺麗です。今回はこちらのお部屋に一泊します。マリオットボンボイのポイントで宿泊したのですが3万ポイントでした。日本円だと1室3万円から5万円ほどです。時期によってはかなりお得に宿泊できると思います。2つのレストランとバーがあり22時頃まで営業しているようです。プラチナ会員のためクラブラウンジと朝食が無料で利用できます。長崎マリオットのクラブラウンジは24時間営業しています。16時から19時がカクテルタイム、19時から21時はコーディアルタイムでデザートが用意されています。それ以外の時間はドリンクのみ用意されているようです。アルコールは16時から21時までの提供です。朝食はクラブラウンジではなく通常の朝食会場で食べれるようです。案内もすごく丁寧で景色を見ているだけで写真撮影もしてくれました。荷物もチェックインをしている間に部屋まで運んでくれていました。運ぶのが早くてびっくりしましたね。料金を考えてもかなり満足です。近くには長崎駅もありお土産も販売しています。簡単にそちらもご紹介したいと思います。駅内には観光案内所もありました。長崎県各所の案内パンフレットが置いてあります。観光バスのチケットも販売していました。長崎は道が細い場所も多いのでバスや路面電車を利用して移動した方が楽だと思います。手荷物を預かってくれる場所もあるので便利ですね。商業施設もあり多くのお土産店もあります。長崎で有名なお菓子マフアールも販売していました。中国のお菓子で揚げ菓子です。味はボーロのような独特の味わいです。いろんな種類の硬さが販売していました。他にも長崎名物角煮まんやちゃんぽんなどいろいろ販売していました。ホテル近くに
商業施設があるのは便利でいいですね。それではホテルのフィットネスとクラブラウンジをご紹介したいと思います。フィットネスは部屋のカードキーをかざすと入室できるようになっていました。部屋にはお水やタオルなどが準備されていますね。部屋は広くないですが、筋トレの器具は一式ありました。窓から景色も見えるようになっていますね。それではクラブラウンジに移動したいと思います。13階にあるクラブラウンジは、カードキーでロックを解除して中に入ります。クラブラウンジ自体はあまり広くなかったので、結構混雑していました。夏休み期間だったからかもしれません。カクテルタイムの時間帯なので、料理が提供されていました。お酒に合う小皿がたくさん置いてありました。長崎のかまぼこ、アジフライとスパイシーチキンもありました。カマンベール、フォッカチャ、クラッカーなどもありました。野菜スティックのトッピングもいろいろありました。五島の天日干しの塩など、ご当地のものもありますね。生ハムとクリームチーズもありました。長崎産日向夏もありました。名産品の用意があるのは嬉しいですね。他にもフルーツやケーキなどがあります。お菓子も置いてありました。飴、せんべい、ゼリーがありました。長崎名物を使ったお菓子のようですね。ドリンクもいろいろありますね。紅茶も数種類ありました。長崎の麦焼酎もありますね。炭酸水で割ることもできます。カクテルも数種類ありました。コーヒーマシンもあり、コーヒーも数種類飲めるようです。ビールサーバーもありました。他にも白ワインや赤ワインもありますね。長崎名物の角煮まんもありました。冷蔵庫の中にはペプシ、炭酸水、ジンジャーエール、オレンジジュースなどがありました。マウンテンビュー、各種瓶ビールもありました。料理の種類はそんなに多くありませんでしたが、味も美味しく意外にお腹いっぱいになりました。夕飯代わりになると思いますが、メイン料理があるわけではないので、物足りなさを感じる人もいるかもしれません。私は角煮まんで十分でした。ご当地の食材を使っているところが嬉しいですね。長崎産のアジフライ、かまぼこ、お塩、角煮まん、日向夏など、長崎を堪能できそうですね。お酒も軽井沢マリオットに比べたら種類は多くありませんが、楽しむ分には十分だと思います。販売しているマリオットのマグカップもあり、かっこいいですね。金曜日に利用したのですが、結構混んでいたので早めに利用するのがいいかもしれません。ラウンジからの景色はこんな感じでした。今回は夏に宿泊したので、カクテルタイムの時間帯はまだ日が高く、明るかったです。それでは部屋に一度戻り、コーディアルタイムに再び訪れたいと思います。夜の時間帯は、長崎市内の夜景を楽しむことができます。長崎は日本三大夜景の一つです。ただその眺めは、山の上から見た眺めなので、ホテルからは絶景というほど綺麗ではありませんでした。コーディアルの時間は、簡単なおつまみとデザートが置いてありました。お客さんが多くて、あまりデザート類は残っていなかったですね。綺麗な景色を見ながら、デザートやお酒を飲めるのはいいですね。今日はもう部屋に戻って休みたいと思います。おはようございます。朝の景色も綺麗ですね。それではこれから、ホテル自慢の朝食を食べに行きたいと思います。朝食会場は
ロビーと同じ場所にあるレストランです。夜はレストランとして営業しています。会場は広々しており、とても爽やかな色合いの机と椅子でした。バーもあり、夜はお酒も飲めるようですね。広い席もあったので、大人数でも利用しやすそうです。テラスにも席があり、天気の良い日は利用できるみたいですね。今日は暑いので、利用している人はいませんでした。机にはコーヒーを用意していただきました。朝食はビュッフェスタイルです。スモークサーモンなど、サラダのトッピングも含めて、種類が多いですね。パンもクロワッサン、菓子パンが数種類ありました。シューマイ、五島うどんなどがありますね。エッグベネディクト、クロスフル、グリーンオムレツなどがありました。オムレツは長崎産牛の赤ワイン煮込みソースをかけて食べます。どれも注文したらその場で調理してくれます。和食は小鉢に盛られていました。長崎ご当地料理などもありました。その料理の由来などの説明もありました。長崎の歴史を感じることができますね。温かい料理もありますね。温野菜、マッシュルームソテー、長崎ちゃんぽん、鮭がありました。お米は長崎産のものが使用されていました。サンフラワーシード、アーモンド、パンプキンシード、ごま、ドライフルーツなどがありますね。チーズも数種類あります。ヨーグルトも数種類ありますね。マンゴーヨーグルトなど味がついているものもありました。瓶牛乳などもありますね。フルーツやドーナツもありました。キウイ、グレープフルーツ、スイカなどいろいろありますね。ここにも日向夏の用意がありました。コーンフレークなどもありますね。飲み物もスムージー、デトックスウォーターなどがありました。ジュースも種類が多いですね。紅茶も数種類あり、長崎で有名なそのぎ茶もありました。オムレツも美味しそうですね。長崎ならではの料理も多く、説明が一つ一つ書いてあるのも嬉しいポイントです。長崎は江戸時代、貿易港として異文化が入ってくる中心都市でした。江戸時代の終わりには、高知でご紹介した坂本龍馬の海援隊なども活躍していました。そんな歴史を感じれる長崎を料理の視点から見てみるのも面白いかもしれませんね。軽井沢マリオットもそうでしたが、ご当地の料理をふんだんに提供してくれるのは高評価ですね。どれも料理は美味しいです。朝食は早い時間の利用だったので、そんなに混んではいませんでした。ホテルの朝食はどこも早めに利用するのがおすすめですね。エッグベネディクトも美味しかったです。ソースも美味しく、卵とよく合っていました。その場で調理してくれる料理で、エッグベネディクトを提供しているところは多くないので、その点も嬉しいですね。瓶牛乳と日向夏も美味しかったです。日向夏はかなり大きいですね。スタッフの方にお声掛けいただいて、カットもしてくれました。甘くて美味しかったですね。他にも小籠包や甘い菓子パンなど、好きなものをたくさん食べてしまいました。食べ過ぎに注意しながら、料理を選ぶ必要があります。残りを食べてしまいたいと思います。それでは、長崎マリオット、いかがだったでしょうか。新築のホテルだけあって、とても綺麗でした。アクセスも良く、朝食も豪華だったので、とてもおすすめできるホテルです。皆さんも長崎に来る際は、ぜひ検討してみてください。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。
さようなら。